2023年、米雑誌タイムの名物企画である世界で最も影響力のある100人のリストに選出された日本人は2名。うち1名は第102代内閣総理大臣、岸田文雄さん。そしてもう1人が今回ご紹介するフロムソフトウェア代表取締役社長、宮崎秀隆さんです。皆さんこんにちは、落ちこぼれ星です。今回はアーマードコアの歴史を紐解いていくと同時に、ゲームクリエイターの宮崎秀隆さんの半生をたどっていきたいと思います。彼はアーマードコアシリーズの過去作ではディレクターを務め、次回作であるアーマードコア6でもディレクターを担当している、いわばアーマードコアを語る上で外せない一人となっています。それでは早速見ていきましょう。宮崎秀隆。彼について語るには、まずはその幼少期から振り返っていく必要があります。1973年に日本初のコンピューターゲームが発売され、くしくもその翌年である1974年に宮崎さんは静岡にて誕生しました。幼少期から貧しい家庭で生まれ育った彼は本を自由に購入する余裕がなく、図書館によく通っていた子供だったようです。そこで彼は海外の難解なファンタジー小説などを好んで読み、その情景を空想することが楽しかったと語っており、このことが後のゲーム制作に生かされたのだと考えられます。そして慶応義塾大学に入学して社会科学の学位を取得した彼が就職先に選んだのは、意外にもゲーム会社ではなく外資系 IT 企業のオラクルでした。妹の大学進学の資金作りのためにより高収入である企業を選んだと語っています。それから彼はこの一流企業で働き、順風満帆な生活を送っていましたが、ある日一本のゲームと出会います。2001年発売のプレイステーション2用ソフト、イコ。この人の手を離さない。僕の魂ごと離してしまう気がするから。というキャッチコピーにあるように、主人公の少年イコがヒロインの少女ヨルダと手をつないで城からの脱出を目指すゲームです。テキストの断片と謎めいたイラストから物語をつなぎ合わせていくこのゲームは、宮崎さんの幼少期での図書館での楽しさを再現してくれたものでした。このゲームのディレクターである上田文人さんと宮崎さんが手を取り、大ヒット作品を生み出すのはまた別のお話。そしてこのゲームが彼の心の奥底にくすぶっていたゲームを作りたいという気持ちに火をつけました。彼は転職を決意。しかし2003年時点での年齢は29歳。業界は全くの未経験。現実は厳しいものでした。でもそんな彼を受け入れてくれた企業が一つありました。そう、それこそフロムソフトウェアでした。そしてそこで彼はいよいよアーマードコアとの出会いを果たすことになります。アーマードコアラストレイブン。プレイステーション2で発売したアーマードコアシリーズでは最後の作品であり、アーマードコアの集大成として発表されたものでした。宮崎さんに最初に任された業務は、この作品の敵 AI の調整でした。29歳にして新卒社員と同じように新人研修を受け、現場で OJT、給料も新卒と同額。厳しい環境でしたが、それでも宮崎さんは夢のゲーム制作に携われるということで、毎日没頭して業務に携わりました。最初は敵 AI の調整だけを任されていましたが、次第にミッション設計、ゲーム進行、テキスト、メニューやパラメーターなど、様々な業務を任されるようになりました。後に宮崎さんは、このラストレイブンでゲーム制作とは何かを理解することができた、と語っています。そんなアーマードコアラストレイブンが無事発売された後、宮崎さんは思いもよらない提案をされます。アーマードコア4のディレクターをやってみないか？ゲーム制作2本目でまさかのディレクター抜擢。ラストレイブンは長年続くタイトルの続編であり、比較的安定したゲームシステム、ゲームエンジンを持っていたからこそ、様々なパートを経験することができましたが、今回はそうもいきません。アーマードコア4はプレイステーション3のローンチ時期に合わせた、いわゆるローンチタイトルであり、プレイステーション2からプレイステーション3へのプラットフォームの進化に伴って、そのゲーム性もそれまでのシリーズのものとは全く別物と言っていいほど変化したものを作り上げようとしていました。そんな状態であるにもかかわらず、宮崎さんがディレクターに抜擢された理由を探るためには、一度、フロムソフトウェアの成り立ちまで遡る必要があります。フロムソフトウェアは1986年に創業を開始しましたが、当初はゲームソフト会社ではなく、豚の餌やり管理といった農業系アプリケーションを取り扱う企業でした。ゲーム業界に参入した際も、その当初の名残でスーツ姿で出勤、仕事をしていたため、他のゲーム業界の人からは不思議がられたという逸話を持っています。そんな状態で始めたゲーム作りですが、社内にはプログラマーしかいない状態だったため、散々苦労したそうです。当時のエピソードで、ゲームを一通り完成させた際に、あるスタッフが
ゲームにはエンディングが必要だね、と指摘し、そこで初めてエンディングを作るのを忘れていたということに気づいたという、そういったことがあったほど、ゲーム作りに関しては右も左も分からず手探りで進んでいたことが伺えます。そんな経験があるからこそ、宮崎さんの開拓者精神が高く評価されたのかもしれません。しかし、まだゲームを1本しか制作したことのない宮崎さんは、プレイステーション3という未知の新ハードということもあり、そもそも動作させること自体が難しく、その他でも様々な困難があり、いろいろな人に迷惑をかけながらとても苦労した。申し訳ない思い出、と語っています。そんな宮崎さんですが、当時の働きぶりを間近で見ていた人がいました。鍋島俊文。1996年にフロムソフトウェアに入社。企業最初期から勤務していたこともあり、アーマードコアシリーズの第1作から企画職を務め、以降、企画部部長としてシリーズに深く関わっていく人物であり、彼もまた、宮崎さんに続いて、アーマードコアの歴史を語る上で外すことのできない人物です。当時社長であった陣直人さんとよくつるみ、ロボ不況に勤しんでいることをファンからネタにされ、このような顔文字が作られたことも。ちなみにこちらが陣社長の顔文字です。話を戻しますが、アーマードコアシリーズの第1作から関わっていた鍋島さんですが、彼の仕事ぶりに対して、こいつは仕事できるな、と感じていたそうです。ゲーム制作は未経験とはいえ、一流の外資系 IT 企業の勤務での経験、その能力値の高さは折り紙付きだったということでしょう。その結果、紆余曲折ありながらも、アーマードコア4は2006年に無事発売されることとなりました。売上としては現在と違い、様々な要因からゲームが売れない時代にあったにもかかわらず、約12万本の売り上げを記録。企画は成功しました。その流れから、アーマードコア4の続編である、アーマードコア4アンサーでもディレクターを続投。2008年に発売され、その売り上げは続編ものであるにもかかわらず、前作を超える約15万本を達成。その後に発売されるアーマードコア5に売り上げとしては劣ってしまいましたが、ゲームとしての完成度は非常に高く、知名度、ゲームとしての完成度、その両方からもアーマードコア4アンサーをシリーズ最高傑作と評する声は非常に多いです。それからも彼はデモンズソウルを手掛け、全世界128万本のスマッシュヒットを記録。同時に海外のあらゆる賞も獲得しました。東京の無名スタジオだったフロムソフトウェアは一躍世界が注目するゲーム会社に躍り出ます。その成果が評価されたこともあり、執行役員、制作第一部長を得て、2014年にはなんと代表取締役社長に就任。2003年に入社し、約10年で社長に抜擢という驚異のスピード出世を果たします。その後も2018年にはその年に発売されたゲームの中から一番のものを決めるゴールデンジョイスティックアワードにて生涯功労賞を受賞。これまでの日本人受賞者を見てみると、2014年にメタルギアシリーズの小島秀夫さん、2015年には任天堂最初期からあらゆるゲーム開発を担当した岩田悟さん、2016年にはゼルダの伝説ブレスオブザワイルド、もしくはティアーズオブザキングダムの青沼英二さん、このそうそうたるメンバーからもこの賞を受賞することがいかに素晴らしいことか伺い知れるかと思います。さらに冒頭でも述べたように、米タイム誌の定める世界で最も影響力のある100人のリストにも選出。名実ともに宮崎秀隆さん、ひいてはフロムソフトウェアは日本を代表するゲームクリエイター、ゲーム会社となりました。そんなフロムソフトウェアが次に出す作品なんて購入せざるを得ませんよね。そんなゴールデンジョイスティックアワードで生涯功労賞を受賞した宮崎さんがディレクターを務め、ゴールデンジョイスティックアワード、ザ・ゲームアワード、DICE アワード、ゲームデベロッパーチョイスアワードといった主要4大ゲームアワードすべてでゲームオブザイヤーを獲得した経験があるフロムソフトウェアが次に発売する作品を購入しないなんてありえないことですよね。おや、この光は2023年8月25日に発売予定の最新作アーマードコア6でもイニシャルディレクターという形で宮崎さんが参加していることが発表されています。イニシャルディレクターとは企画段階当初のディレクターということで、その作品の大きな方向性を舵取りするいわば原作者のような役割です。そして実際に制作に取り掛かる際にはリードディレクターと呼ばれる役職に引き継がれます。そのリードディレクターを担当されるのはダークソウル、ブラッドボーンではプランナーを、赤狼ではゲームデザイナーを担当した山村勝さんです。またプロデューサーを担当されるのはアーマードコア4やアーマードコア4アンサーでも広報担当として活躍していた小倉康則さんです。2人のインタビューもウェブ上で公開されていますので、気になった方はぜひご確認ください。宮崎さんの DNA を受け継いだ2人が一体どのようなゲームを作り上げるのか、今から非常に楽しみでなりません。以上、
宮崎秀隆さんと共に振り返るアーマードコアの歴史でした。今後もこういったアーマードコアに関する動画を投稿していきますので、この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。落ちこぼれ星でした。ありがとうございました。